オーストリッチの書き方っていうのも結構自分も好きで、関節ここに一つにするより2つ作った方が可動範囲が広がるんですよ。よくほら。よろしくお願いします。毎度です。矢月ウォルフも来てます。もう名前書いてもらいます。はい。矢月ウルフ。普段なんかゲームのイラストを描いてますよね。まあ、イラストっていうからグラフィックか。春なので、ハラミをテーマにして、どんな趣味でも、もう終わりですか。もう少し、花見のみ入れましょう。はい。なので、もう終わりました。20分ずつ花見、本当に何でもいい。ロボットの花見とか、アニメキャラの花見とか何でもいい。全く花がない花見でも。ウルフさんはいつもクリップスタジオを使ってますよね。基本的にそうですね。特にフォトショップじゃなくて、クリップスタジオの方が、もしかしてイラスト描くにはいろいろ便利な機能がついてるから。クリップスタジオの一番いいところは何ですか？まず線描くにはもっと綺麗な線はすぐ描けますよね。ベクターレイヤーとして線描いて、いろんな便利なソフトが出てきますの。あと、パースのガイドとか。確かにそうね、漫画家にすごい役に立つ定規とかいっぱいありますよね。さすがにメックウォリアーだけそうね、ちょっと感が出ますね。向こうのスタイルのメックがいいかなと思ってて、ガンダムとちょっと違うフレーバーでいつもウルフさんがめちゃくちゃ小さく描きますね。そうじゃないとディテールが多すぎてて進めないから、特にハイペースで描きたいときに。そうね。特に赤使う理由はありますか？ない。トニーが赤使いましたから、そのままの設定設定がそのまま赤だったから面白い。全然だってもしかしたら一応花見だったら桜と似た感じで、後でちょっとピンク色にしたらいいかもしれない。今は5分しか経ってないのに、もう形は十分できてますよね。よかったです。いい感じ。結構メッカは時間かかりますね、普通に描くとき。あと最近3D で描くのは結構いいなと感じて、Z ブラッシュ色を試してます。日野井さんは 3D のソフトはあまり。いやー、使ったことないですね。ところで13分になっている。13分。13分まだある。まだあるわけ。やっぱり20分はきついよね。なんとなく頑張って。ロボットだってはっきりわかるんですけど、その花見はどういうところで後で来る。入るのかな。デカールに桜。いいね。そこは心配ですね。一応花見につながる後ろの翼はそうね。予定あるけど、それはちゃんと伝わるような時間があるかどうか。大丈夫。さあ、ウルフさんはこういうメカなんだけど、日野井さんはどんな花見を描いてもらうでしょうね。楽しみ。日本の伝統として酒は欠かせないでしょう。やっぱそう、大体そうですね。私アメリカに住んでる時もみんな花見という文化を聞いてて、素敵な美しい花の美しさを大事にしてるような文化と思って。セブンに行っていろいろ買って楽しむ。実際日本に来ると花は前見てないですね。普通に。やっぱり最初から太いブラシを使うと、その後にもっと楽に自由に描けるように。そうね。最初から決めすぎると後でめんどくさい。それは私だけですよね。他に例えば太いブラシじゃなくても普通に大きくどういう風に描きたいかいろいろ決めながら描ける人がいますけど、確かにやっぱりブラシが細くなるとだんだんこういう風にズームインしてこういう感じでいろいろやってしまうから。そうね。ところでこれがアンドロイドなのか乗り物ですか？無人のせいか感じかな。人が乗ってるかな。普通にロボット。花見ができました。でも違うな。花びら5倍にすると落ち着きますよ。そうしたね。そうだったね。そういうコツ素晴らしい。さっき4つにしたからダメだったね。いいアドバイスね。いやでもなんで花見までミサイルを持っていくかちょっと怖いの。ミサイルが爆発するときに花火が出てきますね。いいね。そういう逃げ方ありましたね。ミサイルの角度は難しい。じゃあミサイルは後ろから来る。暴力。やっぱウルフさんは花見行ったことないですよね。バレてる。でも可愛くなってる。はい、ちょっと花火です。
これ何ブラシ？ハートマーク？はい、ハートマークもありますけど。すごいいろんな初めて見た特別なブラシを見てます。そういう花火です。すげえ。おシェーディング大事大事。できればやりたいけど、前に合算してしまったからうまくできないよね、多分。下書きが見えているから、もうシェーディングはシェーディングっぽくもう見えてるね。もうすでについている感じ。本当に綺麗なはがきデザイナーになってますね。年賀状がうまく作れそうですね。そう、年賀状作らないとね。作ってますか？いや、2018年の作ろうかなと思ったけど、まだできてないから。2018年ちょっと遅いよ。じゃあ今から2019年だから始めたからもしかして間に合うかもしれない、20年だよ。終わりですか？はい、終わりです。じゃあ完成ですって。完成と言えないけど、まあ、いや気持ちは完成です。はい、気持ち的に完成です。お疲れ様です。これタイトル特にありますか？ロボさくら。ロボさくら。お疲れ様です。では、ひろえさん。はいはい。お願いします。お願いします。Hey Siri, set a timer for 20 minutes. Sure. Thanks Siri. Siri sounds a lot like Tori. さーて何を書こうかな。さすがに薄いですね。だいたい当たりを取るときはね、薄く。さあ、ひろえさんもロボット書くのかな。なんとなく手の形が。確かにね。手の中に人がいる気がする。はいはい。おお。それすごいね。携帯とか中持ってますから。多分酒ですよね。確かにこっちの方がもっと花見の心が映ってる気がします。ウルフの絵だと一応花のモチーフが入っているんだけど、その実のところがでも花火を出すミサイルはそれもいいアイデアでした。ウルフと日野井さんと比べてクリップスタジオの使い方が面白いですね。ウルフさんが最初からすごいアップカンバスを回したりして、いろんなブラシの大きさを変えて、日野井さんはずっとアニメを鉛筆で描いてたから、ずっとズームアウトした状態でカーソルなしで描けてますね。すごい。ビギナーだから。いや使い方わかんないし。いや素晴らしいものだと思います。私いつも拡大しちゃって大きさとかいろいろバランスが安定じゃなくなっちゃいます。ズームインしない方がいいっていうのがよく聞きますね。ズームインしちゃうとやっぱり細かいところに時間を使ってしまうから、もうちょっとズームアウトした状態で続けた方がそうね。特にも見えるしね。特にこういう20分絵描きチャレンジとかでズームアウトしたらやっぱり描けてないところはすごいまだ残ってる。いいですね。体が見えないんだけど手がすごいロボットっぽく伝わってますね。ところで11分20秒残ってます。はいはい。私最初に使ったタブレットがこういう画面がついてるものじゃなかったイントワス液晶じゃないタブレット。でもそれも結構会社内でそれ前使ってる人がいっぱいいますね。そうね。液晶タブレットが、まだ前の会社は多分2人自分含めて3人ぐらいしかいなかったですね。それ以外の人はじゃあ多い方がバンタブ使ってるんですよ。そう。へえ。でもやっぱり液晶タブレットを使うと首が痛くなりますよね。角度。そうね。あと上の電気が発射しちゃいますね。そうね。パソコンのモニター見てるなら前だから問題ないですけど、でも液晶タブレットが上に見てるからね。すごい反射されちゃうよね。口の書き方は何と言いますか？よくよだれを垂らしてる表現で漫画とかに使うんですかね、こういうの。これは飲む前にじゃなくてもう結構飲んだ後の瞬間。人間とロボットの合わせで結構どういう状態だったのか気になりますよね。この人がロボットを作ったのか、勝手にロボットを見つけて座っちゃったロボットが人間を拾った。ご自由にってとこですよね。
もしかしたら、この鉛筆ツールよりも、G ペンの方がつながりやすい、そんなに変わらないからいやこっちの方がはっきりしてますよね、線が。ところで5分は残ってます。まあ楽だけどこのままでいいですか。はい、ありがとうございます。では少し比較しましょう。では最初はウルフさんのロボ花見、ロボ桜。ロボ桜、もちろん2人とも20分ずつで書いてもらって、花のモチーフがちゃんと入ってますよね。でこれ翼ですか。ああ、そうね。じゃあ飛べるってことですか。はい、後ろからなんかジェットが出てくる。怖っ。でよく魔法少女アニメで敵を殺したらこういうように消えますね。キラキラ死んだ、はい、キラキラ死んだ。これがミサイルですよね。特に何かコメントありますか。パスか単純かなと今から見て、もうちょっとだけ角度を変えた方が良かったかなと思う。もう一回書くんだったらどういう角度から書きますか。もうちょっと45度ぐらいの角度。その方が多分なんか花火を出すなんかのもっと楽だったかもしれないしまあ普通はこれはなんかラフのオラフみたいな感じでその上にもっと綺麗な線を描き直すけど、まあ、あともう一つの多分これだけじゃなくて4つぐらい書いてその中で一番良さそうなやつを選んでから続くって感じですかね。そうね、まあそれは仕事ならロボ桜でした。でお花見よくある花見で見えるシーンですね。どういうストーリーなのかな。さあでもやっぱりこういう大きい桜と小さく描いたら遠近感が、レイヤーに分けてピントをボケさせおお、はいはいいいね。じゃあこれからもっとソフトになれるとそういうのもできますね。でこれ面白かった、その口のよくあるよだれ出てる、でロボットの体が見えなくてもこうやって指が部分に分けてちゃんとロボットの手だって分かります。ひろみさんもよくロボット描いているので線とか、どういうところに少し描いてもらえますか。そうですね、アップを描く時だったらね筋を入れて、細かい筋を入れてリアリティを出すんですけど、まあ、このサイズでここまでまとめてくれるやん何も言うことないんだけどなそうね、オーストリッチの描き方っていうのも結構自分も好きで、ダチョウのような足ですよね。関節ここに一つにするより2つ作った方が可動範囲が広がるんですよ。よくほらガンプラで使ってるじゃないですか。やっぱり、そうですね、そういうところでもっと説得力に入れられますよね。どういうふうに実際動くかとかいろいろ考えないといけないですよね。まあ実際はこういう作りですけど足がついた日にはうそんこでこんな感じに立体感が出てますね。もう正面に打つにでも、こっちの方向に向けちゃった方がですね。私もしかして最初の段階でこういう感じなシンプルな線画みたいな書いてどういう風なポーズそうですね、そういう作戦もありますね。5分を使っていろんなポーズとか角度を自由に、最初のねラフでどういうポーズにするかっていうの大切ですよね。ですね。最初のポーズを変えるのはあまり得意ではないですけど、それはすごく大事でこれからなんかちょっと海外としてもっとやりたいかなと。なんか聞いたら確かに、と思いますよね。ではありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひ矢月ウルフチャンネルにも登録してください。リンクは下の概要欄に貼ってあります。あと他の動画はぜひドキドキチャンネルで見てください。登録お願いします。見てね。バイバイ。バイバイ。